ある夜の星たちの話。小川未明。それは寒い冬の夜のことでありました。空は青々として尖れた鏡のように澄んでいました。一片の雲すらなく、風も寒さのために傷んで、すすり泣きするような細い声を立てて吹いている秋のことでありました。遥か遠い星の世界から下の方の地球を見ますと、真っ白に霜に包まれていました。いつもぐるぐると回っている水車場の車は止まっていました。また、いつもさらさらといって流れている小川の水も止まって動きませんでした。みんな寒さのために凍ってしまったのです。そして他の表には氷が張っていました。地球の上はしんとしていて寒そうに見えるな。と、この時星の一つが言いました。普段は大空に散らばっている星たちはめったに話をすることはありません。何でもこのような寒い冬の晩で雲もなく風もあまり吹かない時でなければ彼らは言葉を交わし合わないのであります。何でもしんとした澄み渡った空が星たちには一番好きなのです。星たちは騒がしいことは好みませんでした。なぜというに、星の声はそれはかすかなものであったからであります。ちょうど真夜中の1時から2時頃にかけてでありました。夜の中でも一番しんとした寒い刻限でありました。今頃は誰もこの寒さに起きているものはなかろう。木立も眠っていれば山に住んでいる獣は穴に入って眠っているであろうし、水の中に住んでいる魚は何かの物陰にすくんでじっとしているに違いない。生きているものはみんな休んでいるであろう。と星の一つが言いました。この時、これに対してあちらに輝いている小さな星が言いました。この星は周や下の世界を見守っている優しい星でありました。いえ、今起きている人があります。私は一軒の貧しげな家を覗きますと、二人の子供は昼間の疲れですやすやとよく休んでいました。姉の方の子は工場へ行って働いているのです。弟の方の子は電車の通る道の角に立って新聞を売っているのです。二人の子供はよくお母さんの言うことを聞きます。二人ともあまり年がいっていませんのに、もう世の中に出て働いて貧しい一家のために生活の助けをしなければならないのです。母親は血のみ子を抱いて休んでいました。しかし、父が乏しいのでした。赤ん坊は毎晩夜中になると父を欲しがります。今お母さんはこの夜中に起きて火鉢で牛乳の瓶を温めています。そしてもう赤ちゃんがかれこれお乳を欲しがる時分だと思っています。二人の子供はどんな夢を見ているのだろうか。せめて夢になりと楽しい夢を見せてやりたいものだ。と他の一つの星が言いました。いや、姉の方の子はお友達と公園へ行って道を歩いている夢を見ています。春の日なのでいろいろの草花が花壇の花の中に咲いています。その花の名などを二人が話し合っています。布団の外へ出ている顔に優しい微笑みが浮かんでいます。この姉の方の子は今幸福であります。と優しい星は答えました。男の子はどんな夢を見ているのだろうか。とまた他の星が尋ねました。あの子は昨日いつものように停留場に立って新聞を売っていますと、どこかの大きな犬がやってきて、不意に子供に向かって吠えついたので、どんなに子供はびっくりしたでしょう。そのことが頭にあると見えて、今大きな犬に追いかけられた夢を見て、しくしくと泣いていました。無邪気な頬の上に涙が流れて、薄暗い灯火の光がそれを照らしています。と、優しい星は答えました。すると、今まで黙っていた遠方にあった星が、
その子供がかわいそうじゃないか。誰かどうかしてやったらいいに。と言いました。私はその子が目を覚まさないほどに揺り起こしました。そしてそれが夢であることを知らしてやりました。それから子供はやすやすと平和に眠っています。と優しい星は答えました。星たちはそれで二人の子供らについては安心したようです。ただ哀れな母親がこの寒い夜に一人起きて牛乳を温めているのを不憫に思っていました。それからしばらく星たちは沈黙をしていました。が、たちまち一つの星が、まだ他に働いているものはないか、と聞きました。その星は目の見えない運命を司る星でありました。下界のことをいつも忠実に見守っている優しい星は、これに答えて、汽車が夜中通っています、と言いました。本当に汽車ばかりは、どんな寒い晩にも、風の吹く晩にも、雨の降る晩にも、休まずに働いています。汽車が通っていると、めくらの星は聞き返しました。そうです。汽車が通っています。町から寂しい野原へ、野原から山の間を休まずに通っています。その中に乗っている乗客は、大抵遠いところへ旅をする人々でした。この人たちは、みんな疲れて居眠りをしています。けれど、汽車だけは休まずに走り続けています。と、下界の様子を詳しく知っている星は答えました。よくそう体が疲れずに、汽車は走れるものだな。と、運命の星は頭をかしげました。その体が硬い鉄で作られていますから、さまで答えないのです。と、優しい星が言いました。これを聞くと、運命の星は身動きをしました。そして、恐ろしくすごい光を発しました。何か自分の気に入らぬことがあったからです。そんな堅固な、身の程の知らない鉄というものが、この宇宙に存在するのか。俺はそのことを少しも知らなかった。と、めくらの星は言いました。鉄という堅固なものが存在して、自分に反抗するように考えたからです。この時、優しい星は言いました。すべてのものの運命を司っているあなたに、なんで汽車が反抗できますものですか。汽車や線路は鉄で作られてはいますが、その月日の経つうちには、いつかは知らず、破滅してしまうのです。みんな、あなたに征服されます。あなたを恐れないものはおそらく、この宇宙にただの一つもありますまい。これを聞くと、運命の星は心得に微笑みました。そして、うなずいたのであります。また、しばらく時が過ぎました。空に風が出たようです。だんだん暁が近づいてくることが知れました。星たちはしばらくみんな黙っていましたが、この時、ある星が、もう他に変わったことがないか、と言いました。ちょうどこの時まで熱心に下の地球を見守っていました優しい星は、今、二つの工場の煙突が互いにどちらが毎日早くなるかと言って言い争っているのです。と言いました。それは面白いことだ。煙突が言い争っているのですかと、一つの星は尋ねました。深海地にできた工場が並び合って二つありました。一つの工場は紡績工場でありました。そして一つの工場は製糸工場でありました。毎日5時に汽笛が鳴るのですが、いつもこの二つは前後して同じ時刻になるのでした。二つの工場の屋根には、おのおの高い煙突が立っていました。星晴れのした寒い夜に、二つは高く頭をもたげていましたが、この朝、昨日どちらの工場の汽笛が早くなったかということについて、議論をしました。こちらの工場の汽笛が早くなった、と、製糸工場の煙突は言いました。いや、私の方の工場の汽笛が早かった、と、紡績工場の煙突は言いました。結局、この争いは果てしがつかなかったのです。今日はどちらが早いかよく気をつけていろ。と、製糸工場の煙突は怒って
紡績工場の煙突に向かって言いました。お前もよく気をつけていろ。しかし二人ではこの裁判はダメだ。誰か確かな証人がなくては、やはり言い争いができて同じことだろう。と、紡績工場の煙突は言いました。それもそうだ。こう言って、二つの煙突が話し合っていることを、空の優しい星はすべて聞いていたのであります。二つの煙突が、どちらの工場の汽笛が早いか、誰か裁判するものを欲しがっています。と、優しい星はみんなに向かって言いました。誰か工場のあたりにそれを裁判してやるようなものはないのか。と、一つの星が言いました。すると、あちらの方から、この寒い朝、そんなに早くから起きるものはないだろう。みんな床の中に潜り込んでいて、そんな汽笛の音に注意をするものはない。それを注意するのは、貧しい家に生まれて、親の助けをするために、早くから工場に行って働くような子供らばかりだ。といった星がありました。そうです。あの貧しい家の二人の子供も、もう床の中で目を覚ましています。と、優しい星は言いました。それから後も、優しい星だけは、下の世界をじっと見守っていました。姉も弟も、床の中で目を覚ましていたのです。もうじき夜が明けますね。と、弟は姉の方を向いて言いました。また、今日も電車の停留場へ行って、新聞を売らねばならないのです。弟は、夕べ、犬に追いかけられた夢を思い出していました。今じきに、製紙工場か、紡績工場かの汽笛が鳴ると、5時なんだから、それが鳴ったら起きなさいよ。姉さんは、もう起きてご飯の支度をするから。と、姉は言いました。この時、すでに母親は起きていました。そして、姉さんの方が起きて、お勝手元へ来ると、今日は大変寒いから、もっと床の中に潜っておいで。今お母さんがご飯の支度をして、できたら呼ぶから、それまで休んでおいでなさい。まだ工場の汽笛が鳴らないのですよ。と、お母さんは言われました。お母さん、赤ちゃんはよく眠ってますのね。と、姉は言いました。寒いから泣くんですよ。今やっと寝入ったのです。と、お母さんは答えました。姉さんの方はもう床に入りませんでした。そして、お母さんのすることを手伝いました。地の上は真っ白に霜に閉ざされていました。けれど、もうそこに人の動く気がしたり、物音がし始めました。星の光はだんだんと減ってゆきました。そして太陽が顔を出すにはまだ少し早かったのです。